2月28日、アップルが電気自動車 EV の製造開発を断念したと報じられました。スティーブ・ジョブズ亡き後、アップルにとって最大の取り組みの一つだったプロジェクトを中止するとあって、この報道には衝撃が走りました。アップルはコードネームタイタンと呼ばれるこのプロジェクトを2014年頃から推進しており、2020年には画期的なバッテリー技術を搭載した自動車生産を2024年までに行うと発表していました。しかしそれらはついに実現することはありませんでした。大手自動車メーカーテスラを率いており、長年アップルの電気自動車に懐疑的だったイーロン・マスク CEO は今回の動きを祝福しており、敬礼とタバコの絵文字で反応しています。プロジェクトに従事していた約2000人の従業員たちは一部が生成 AI プロジェクトへ移動するとされていますが、ハードウェアエンジニアや車両デザイナーたちの今後は不透明です。アップルが自動車の開発を断念した理由を理解するためには、その開発の歴史を抑える必要があります。同社は全部で4人に上る開発責任者を繰り返し交代させてきたほか、先の見えない中で自動運転技術も追求するようになり、そのプロジェクトの方向性は右往左往していきます。アップルはプロジェクトを本格始動する前から EV 開発に注目していました。2013年、アップルの M&A 担当であるエイドリアン・ペリカ氏はテスラのマスク CEO と密会していました。当時はアップルによるテスラ買収が噂されていた時期でしたが、この会談は特に成果を上げることはありませんでした。2014年、密かにプロジェクトタイタンを始動させたアップルは大手自動車メーカーのフォードなど伝統的な自動車メーカーから人材を集め始めます。当初プロジェクトを主導したスティーブ・ザデスキー氏はテスラと競合する電気自動車の開発を目指したとされます。2015年2月、アップルが電気自動車の開発に取り組んでいることが報じられ、計画が明るみに出ました。ところが2015年8月、アップルが電気自動車だけでなく自動運転の開発にまで手を伸ばしていることが明らかとなります。同社の最高デザイン責任者であるジョニー・アイブ氏は自動運転を追求し、ソフトウェアチームのメンバーもそれが可能だと考えていました。その後、自動運転技術への注力が示唆され始め、2017年4月にカリフォルニア州から自動運転のテスト許可を獲得します。同じ年の6月にはクック CEO が自律システムへのフォーカスを明らかにして、2019年には自動運転スタートアップのドライブ AI を買収するのです。ただ、この時期からプロジェクト及び人員の縮小報道が出始めます。2020年、アップルが画期的なバッテリー技術を搭載した自動車の開発に取り組んでいることが明らかとなり、衝撃を与えました。ここで同社は自動運転と電気自動車の統合を目指していることが示唆され、2024年までに生産を開始することが報じられました。しかし2022年、ついにアップルが完全自動運転を諦めたと報じられます。同社はハンドルやペダルのない完全な自動運転車の実現が不可能であることを認識し、発売予定を2026年に延期します。その後も2023年、著名アナリストのミン・チークオ氏から他の自動車メーカーを買収せずに自動車を大量生産できるかは疑問だとして、アップルカーの開発は完全に見通しを失ったようだと指摘されます。この年には取締役会が数ヶ月間にわたってプロジェクトの続行に関して幹部たちに圧力をかけていたとされます。2024年1月、プロジェクトチームはより限定された機能を備えた EV へと軸足を移し、自動車の発売を2028年に再度延期しました。より限定された機能とは人間が主体となって運転しドライバーを補助する機能であり、現在テスラが展開している機能と同等レベルのものを指します。そして2024年、今回の報道によってついにアップルが
EV の製造開発から完全に撤退することが明らかになりました。こうした EV を目指すのか自動運転を目指すのか判然としないまま方針転換を繰り返したアップルはプロジェクトタイタンそのものを断念するに至ります。自動車開発においてスティーブ・ジョブズのような強烈なリーダーシップの不在がプロジェクトの破滅を招いたとも言われるアップルですが、一体なぜその夢は断念されたのでしょうか。アップルが自動車開発を断念した背景は大きく技術的理由、そして経済的理由の2つに分けることができます。1つ目のポイントは技術的理由です。具体的には自動運転機能を備えた自動車を製造する上で必要となるソフトウェアとアルゴリズムの開発が困難であったと指摘されています。世界トップクラスのエンジニアが集まる企業でそんなことがあるのでしょうか。前提としてアップルが最終的に目指していたのは完全な自動運転機能を備えた電気自動車を一般販売することです。そのため彼らのプロジェクトは大手自動車メーカー GM 傘下で自動運転技術を手掛けるクルーズや Google 傘下のウェイノーなどが推進しているロボタクシー事業よりもはるかに多くの課題に直面しました。ロボタクシー事業であれば、例えば天候の良い週の昼間など限られた地域や時間帯でサービスを展開して順次それを拡大する方針が取れます。実際アップルの競合他社はそうした戦略をとっていますが、一般販売となればあらゆる条件で問題なく走行する必要があります。ロボタクシー事業であればタクシーが走行する場所と時間帯を自社でコントロールできますが、一般販売ではユーザーが走行する上での条件を制限できません。現在自動運転車は雪や霧といった気象条件ではうまく動作しない傾向にあるとされており、大きな課題になっています。アップルはその先を走っていたテスラやその他のロボタクシー事業者でさえ未だ乗り越えられていない壁を乗り越えようとしていたわけです。しかしその目標を達成するには高い技術力を持った技術者が求められますが、アップルはその確保にも失敗しました。アップルの自動車プロジェクトは一時従業員が約5000人にまで膨らみましたが、最終的には約2000人にまで減少しています。背景にはすでに触れてきた度重なる方針転換とリーダーシップの不在が示唆されています。複数の関係者によれば、クック CEO は自動車プロジェクトから距離を取っていました。完成品がどうあるべきかを明確に定義できる人物が欠けていたようです。またプロジェクトタイタンは社内の別部門からも嘲笑の的にされたといいます。結果的に2022年には著名な機械学習の科学者が退職するなど、前述した技術的課題の克服がさらに難しくなりました。現にアップルはドライバーを乗せずに車両を運行する許可を一度も取得できておらず、プロジェクトが厳しい状況であったことが見て取れます。こうした人材に関わる問題はテスラのイーロン・マスク氏からも揶揄されていました。2015年にマスク氏は、アップルは私たちが解雇した人々を雇用しています。私たちはいつも冗談でアップルはテスラの墓場だと言っていますと語りました。技術的な理由は経済的な側面も圧迫したと考えられています。それが2つ目の理由です。アップルの自動車分野における支出は非公開ですが、100億ドル、日本円でおよそ約1兆5000億円以上がつぎ込まれたと推測されています。この額は年間4000億ドル、すなわち約60兆円近い収益を上げている同社にとってそれほど大きな問題ではありませんが、市場関係者からの疑念と圧力につながりました。
そして EV 市場の不調と AI 市場の好調も同社の意思決定を後押しした可能性があります。まず、足元で EV 市場は曲がり角に差し掛かっています。主戦場になっている米国市場で中古車需要が低迷していると同時に、中国市場でも景気低迷と低価格競争がメーカーを圧迫しています。これを背景にテスラの業績も悪化し、同社は日本市場を目指して動き出しました。そして他のビッグテックは AI に注力することで活況を呈していることもポイントです。2024年2月初頭に公表された決算が如実に示したように AI へのフォーカスを明確に打ち出しているメタやマイクロソフトは波に乗っています。一方、アップルは中国市場での不振ぶりを背景に株価が停滞していました。同社は生成 AI の領域において未だ具体的な動きを見せておらず、その不透明さが不調を招いているとも言われます。このように苦しい環境にある EV と輝きを放っている AI 市場を見比べたとき、アップルがこれ以上自動車製造に固執する理由がなかったと考えられるのです。関係者によれば、仮にアップルの自動車が市場に投入された場合、価格は少なくとも10万ドル、つまり約1500万円になる可能性が高いものの、スマホやイヤホンに比べてごくわずかな利益しか生み出さないと考えられていました。今回の中止発表を受けて、アップル株は 1% ほど上昇しました。先の見えない自動車開発よりも足元で競争が本格化する AI の開発にアップルが向かったことに対する投資家たちの安堵感を示唆しています。加えて、アップルが得意としてきた手法が自動車開発に適していなかったと指摘されています。アップルの方程式は他社が作り出した新しいカテゴリーについて、後から自社のデザインと物流の力によって市場を掌握するものです。ところが、自動車に関してはこの方程式に乗ることができませんでした。決定的だったのは2021年アップルが単独での自動車製造を進め、他の自動車メーカーとの提携を避けると決めたことです。一部の大手自動車メーカーはアップルの製造下請けになることに消極的だったとされており、同社得意の手法に持ち込むことができませんでした。テスラの場合、閉鎖されたトヨタの工場を買い取るなどして比較的安価に迅速に製造を強化することができました。しかしそのテスラでさえ EV で持続的な利益を上げられるようになるまで約17年かかったとされており、アップルもついにその高いハードルを乗り越えることはできませんでした。自動車を諦めて次なる成長エンジンを模索するアップルですが、今後の動きはどのようになってくるのでしょうか。今後のポイントは、アップルが生成 AI の領域でどのような動きを見せるかです。CEO は2月28日の株主総会で、今年の後半に生成 AI の計画について明示すると語りました。生成 AI には信じられないほどの画期的な可能性があると考えており、そのため当社は現在この分野に多額の投資を行っています。これにより、生産性や問題解決などの点で、ユーザーにとって変革の機会が開かれると信じています。昨年9月時点でアップルは AI 開発に1日数百万ドルをつぎ込んでいると報じられています。AJAX-GPT と呼ばれる同社の大規模言語モデル、すなわち LLM は OpenAI が手掛ける GPT-3.5 よりも強力だと噂されています。このような AI 開発に失敗に終わった自動車プロジェクトも貢献する見込みです。具体的にはカメラ付きの AI 搭載型 AirPods やロボットアシスタント AR、すなわち拡張現実などの開発において自動車プロジェクトで培われた技術が応用されるといいます。自動車プロジェクトに従事していた約2000人の従業員のうち一部はすでに AI プロジェクト、生成 AI プロジェクトへと移動しています。AI 分野で目立った動きを見せてこなかったアップルが今後巻き返しを図り、市場がそのことを評価するか、
これが今後の大きな論点となっていく見込みです。